ジーンズリペア五右衛門です。今日は糸の収納方法などの動画を上げてほしいというコメントをいただいていましたので、紹介していこうと思います。ただ特に大した収納方法があるわけではないですし、ご家庭でミシンを使用している方の参考になるかどうかはわからないので、全く参考にならなかったという場合は申し訳ないです。ここが私が日々ジーンズのリペア作業をしている場所ですね。この奥にもですね、工房がありますし、この壁の裏側にも広いスペースがありまして、ミシンが数台結構ありますね。あと、作業台と、あと他の従業員が働いていたりします。で、私がいるのはもうほぼ一日中ここにいます。このドアがお客様が入ってくるドアなんですけども、ここから入ってきて、受付ですね。この受付台で、見積もりなどをして、で、お客さんがいない場合というかほとんどが作業をしてるんですけども、その作業はもうほぼここで完結してますね。ここにないミシン、缶抜きミシンとかは奥の工房にあるのでそちらで使用してますけども、ほぼ一日中朝9時から夜遅くまでここにいます。で、収納方法ですね。糸の収納方法なんですが、こういうスタイルで最近は置いてますね。すごく見栄えが良くて、自分では気に入ってます。で、ただですね、ジーンズの修理の場合、糸の色番号というのがとても重要なんですが、この置き方だとですね、糸の色番がわからないんですね。なので、このように、番号を書いたシールを貼ってですね、管理している感じです。ご家庭で使用している場合、糸ですね、糸がこういうこんな大きい糸じゃなくてですね、こんなんではなくて、こういうちっちゃい糸を使用している方が多いと思うんですが、こういうちっちゃい糸もですね、置いても可愛いですし、もうちょっとここの棚の幅ですね、幅をもうちょっと狭めてあげるともう1、2段でかなりの量が置けると思うので、こうやって置いておくとちょっとアトリエ感が増して、制作意欲が湧いたりするかもしれないので、おすすめです。ただですね、この方法だとちょっと仰々しい感じでね、棚を作ったりとかしなきゃいけないので、そこまではできないなっていう方の場合は、こういう感じですね。100円ショップとかホームセンターで売っている金網、こういうね金網が売ってるんですけど、いろんな大きさのものあるんで、糸を置きたい糸のね数とか、本数によってちょっと変えてもいいのかなと思います。で、フックもこういう長さもいろんなものが今あるので、小さい糸だったらもうちょっとちっちゃくていいのかな、フックが。そういうのをかけて使ってもいいかなと思います。あと、五右衛門では使用したことないんですけども、ホームセンターで有効ボードっていうのが最近よく見るんですけど、それを利用してもいいかもしれないですね。いろんな有効ボード、穴の開いてる板ですね。それに棒を差し込んで糸を引っ掛けたりとか、そういうふうに活用している方なんかもいると思うので、そういうのもありかなと思います。で、糸の本体の収納はだいたいこんな感じですかね。大した参考になってないと思うんですけども。で、
ミシンをねやる人で、管理が大変だなっていうのが、実は下糸、ボビンですね。ボビンに巻いた糸、このボビンですね。ボビンの収納が結構、皆さん困ってんじゃないのかなと思うんですが、うちではですね、こういうマグネットシートってやつですね。マグネットシートに貼り付けて管理してるんですけど、これ工業用ミシンとか職業用ミシンの場合使ってるボビンが鉄のものがねあるんですよ。ただ家庭用ミシンの場合だとちょっとプラスチックだったりね、そういうものもあると思うので、それのプラスチックボビンを使ってる場合にはちょっとこの方法は無理なんですが、そうですね、昔板にね釘を刺して、今もちょっと使ってますけど、これバイガマミシンって言ってちょっと大きいボビンを今置いてますけど、これは流木ですね。昔ちょっとおしゃれにどうにか置けないかなと思って、こういう感じで流木を買ってきて、それに釘を刺して、ちょっと釘をね曲げてボビンが簡単に落ちないようにっていうことはしてましたね。あとはホームセンターに置いてある何かしらのレールを利用してですね、こういうのを作って、これにボビンを置いて管理したりとか、こういうのもしてましたね。といったところでしょうか。趣味でね何か制作したり直したりされる方にはここまでのものは必要ないかと思うんですけども、少しでも参考になった言葉があれば嬉しいです。さっき説明したこのマグネットシート、これミシンのね周りにちょっとこういう感じで貼っておくと、そうですね、ちょっと針を一瞬置きたいなっていう時とかポンと置いとくと、転がり落ちないし、あとはこれ握りばさみですね。握りばさみも鉄でできてるものに限るんですけど、ポンと置いてそんな簡単に落ちないというのですごく便利です。でこれ Amazon で普通に購入できるので、気になった方はちょっと調べてみてください。で、うちで収納方法を伝えられるのはこの程度というか、多分皆さん知ってるようなことしか教えられないんですけども、こんな方法があるよっていうね、なんかいい方法とかいいアイデアとか、実際に使ってみて使いやすいやり方なんかがあったら、是非コメントしてくれるとありがたいです。少しでも参考になったよっていう方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうございました。